日はですね、広島から中継です。はい、ナーリンです。私は2016年京都大学 MBA を卒業しました。仕事は金融関係企画職と、あとネットショップのオーナーを昨年から始めました。よろしくお願いします。はい、カオルンです。今日はですね、広島から中継ということで、シェアリングサブスクリプションサービスのラクサスの社長、児玉社長にお越しいただいたんです。はい、ラクサステクノロジーズの代表取締役社長児玉です。私は広島市出身で、今まで4回起業しています。いつなんだろう、2018年ぐらいだと思うんだけど、私が修了したのは早稲田大学の EMA というところです。私ね、実はね、ラクサスめちゃくちゃヘビーユーザーなんですよ。なんで今日ね、社長来てくれたの本当すごい嬉しいです。私も使ったことあって、私の母もヘビーユーザーです。児玉社長、ラクサスのサービス内容を詳しく教えて。ラクサスは2015年にローンチして、有名なカバンがですね、ラグジュアリーなブランドのカバンが月額定額で使い放題というところでございます。借りるだけではなくて貸してお小遣い稼ぎもできますよと、そういったことですね。一応説明しますと C2C ビジネスなんですよね。コンシューマー対コンシューマーということで、家で眠っているバッグとかを消費者の方が貸し出しているってことですよね。我々が持っているものもあるし、ユーザーの方のお持ちのものもあるし、さっきおっしゃった業者の方のものもありますね。自分でも眠ってるバッグを貸しながら、それで同時にラクサスのカバンを借りるっていうやり方をしている方もいらっしゃるんですよね。なので月々6800円とかなんですけど、家で5、6個ぐらいカバンをお持ちの方っていうのは、それをラクサスでお貸しになって、月額はご自身はキャッシュアウトなしで新しいカバンをどんどん借りているっていう、そういった価値観ですね。利益を上げる方もいらっしゃいますし、それを自分の利用料に当てる方もいらっしゃって、あと家でね、使わなくなっちゃったカバンってやっぱり思い出があるから捨てようとか、あるいは売るっていうのはね、結構きついらしくて、みんな。例えば旦那さんとか彼氏とかがカバンどうしたのって言って、あれ捨てたのって、捨てたみたいな、売ったとかなんかグッとくるじゃないですか。それ売ったんかあれみたいななっちゃうんで、そういう時はね、我々に預けていただければ、そこでクラウドに預けてますよみたいなことをねおっしゃって、お小遣い稼ぎを習っている方もいらっしゃいます。ラクサスというと会員数が40万人、バッグの在庫数はなんと4万種類以上なんですって。そんなに。そのバッグってその広島にあるんですか？そうですね、広島にあります。これが広島の拠点になっているところで、ここから発送しています。この白い棚とか全部廃材なんですよ、もともと。稼働しているこの電気も全て再生エネルギーで、全てソーラー発電で SDGs にのっとった倉庫ですね。行ってみたいですね。そう。ツアーとかやってるんで、普通の方にも公開してるんですよ。また見に来てください。ありがとうございます。ちなみにその広島にいらっしゃるその従業員の数とか、そういうのをお伺いしてもよろしいんでしょうか？ここのオフィスで今ちょうどあと1年か2年かぐらいで、そこの拠点大体300人ぐらいを雇うということを計画していて、ラクサスベースっていうんですけど、このベースで働いているトップは26歳の女の子なんですよね。で、その子は3年前にアルバイトで入ってきた女性で、やっぱりだいぶ変わってきたなと思ってます。そもそもこのサービスを思いついたきっかけを教えてください。このサービスはもともとそのファッションを自由にしたかったんですよね。ラグジュアリーなファッションって結局高いじゃないですか。40万円とかしちゃうんで、例えば高すぎるから、冠婚葬祭に使いたいねとか、ちょっと派手なやつなんで黒にしようかとか言っちゃってて、もうファッションと結構全然関係ないねみたいな、そういうラグジュアリーを選び方をしている方が多かったので、ここをもう少し自由に。一方でやっぱり一部の方々は買って忘れて買って忘れてっていうのを繰り返していたんですよね。だからそこら辺をちょっと、サステナビリティな考え方に持っていきたいなと。反対する方もいたりしなかったですか？もうそういったブランドのカバンとかを、借りる人はいませんみたいなこと言われましたね。買うから意味があるんでしょみたいなことをねおっしゃる方多かったんですよ、当時って。いや、それ間違っていて、買うっていうのはバッグを使うための手段であるだけであって、汗と血と涙を流して物を買うと価値があるんだとか、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃったんだけど、そんなことはないだなと思って、それ違うわと思ってですね、押し切ったわけですね。10対0ぐらいでもう全員ノーだったんですけど。だってそういうね、反論されたりするとシュンとなって、そうかって受け止めちゃう人も多いと思うんですけど、そこをどうやって押し切ったのかなっていうのがすごい興味湧いたんですけど。例えばうちのラクサスする前にうちの会社の中で、女性を2つのグループに分けてアンケートを取ったんですよね。カバンを置いて、次こういうサービスしようと思うけど借りるかいって聞いたら、全員がノーって言ったわけなんですよ。
これ借りなければ、これ40万円とかするカバンあなた持つことできないよねって言ったら、その時はね、社長時代が古いですと。ヴィトンとかもおしゃれじゃないです。ダサいです。でもっと安いカバンをね、買うのがね、流行ってるんですよ。そうだそうだとか言い出して、全員がノーになっちゃったんですよ。2014年ぐらいにね。だからこれはもうダメだと思って、こんだけ全員ノーになるんだったら、これダメだということで、一回諦めたんですよ。諦めて、じゃあこのカバンも全部持って帰っていいよ、やらないから。だったら、わかりました。じゃあ、私はヴィトンを。じゃあ私も。いただけるならこっちを。そこで気づいたんですよ。これちょっとなんか違うなと思って、次のグループの人に入ってきてもらって、聞き方変えたんですね。あなたじゃなくて、あなたの知り合いなら借りると思うって聞いたら、全員がイエスになったんですよ。もちろん私も借りません。しかし、私の同級生、大学の同級生だったら借りると思います。とか言って、なんか突然全部イエスになったんですよ。ということで、やっぱりアンケート、聞き方大事なんだなと思ってですね。やっぱアンケートするときには、基本的にはもう人は嘘をつくもんだと思った方がよくて、以来ですね、ラクサスではアンケートするときには1時間以上、できるだけ1時間ぐらい話して、最後の15分だけをね、切り取ってアンケートしてくださいって言ってるんですよ。そういうところをね、ちゃんと見極めてサービス作っていかないといけないと。ではなぜまだ違う。カスタマーサティスファクションといってやった、お疲れ様。実は私もネットショップのオーナーを最近始めたんですけれども、最初の価格設定というのはどのように決められたんですか？うちサブスクリプションビジネスなので、継続率が命なんですよね。継続率を高くするためにどうしたらいいんですかっていう時に、お金をね、払い続けた経験のある金額にしなければ難しいなと考えていました。だから、女性が払い続けた経験のあるお金って通信料だったんですよね。だから電話料金がいくらなんだっけっていうところで、当時ね、8000円ぐらいだったんですよ。機種代込みで皆さんが払ってるのが。つまり8000円を超えていくことはできないなということで、最初に6800円、7000円という金額を作ったということですね。じゃあどちらかというとその金額はもう消費者に合わせてるじゃないですか。会社を回すにはもしかしたら赤字になるかもしれないとか、その辺はどう思われたんですか？もうこれ完全に設計なんですけど、おっしゃってる通り、大体ね、最初設計したのが29,800円だったんですよ、うち。で、それはね、6ヶ月ぐらいで大会するからとかね、いう感じだったんですよ。どんなに、3ヶ月から6ヶ月でゼロになるよね、みたいな感じで作ってたんだけど、それだとちょっとね、あんまり、逆に回らないみたいなことがあって、じゃあなんで安くしたんですかって、継続率ってサブスクリプションって 1% 変わっただけで、原価とか倍にしても全然割が合うんですよ、実は。サブスクライブってそういうビジネスの裏側を持ってるので、例えば広告費が倍変わったとしてもちゃんと取り返すことができるんですよね。私思うんですけど、使っていて携帯のねアプリっていうんですか、ラクサスの画面がすごい見やすいの。デザインとかって例えばシステムとか重要視していることってありますか？まだね、どんどん変えていかないといけないんだけど、とにかくシンプルにしようって言ってるんですよね。世の中シンプルを知ってる人と知らない人の2種類しかいないから、できるだけ文字少なくしてて、今でも超いいんだけど、もうあれも半分にしてくれって今言っていて。いやでも料金設定ももう本当に一つだけだし、もうバッグも私は学校に行く時に借りてたので、特にリュックを見てるわけですよ、ブランドの。なんでそれでピュッて検索画面にリュックって入れて大きさ入れたらもうバーって出てくるから、それこそお気に入りとかにも好きな自分の好きなねバッグがこうね入れれるじゃん。それでこう見やすいんですけど、もっとシンプルにしようということですね。もう下手したら検索する前に検索し進めてくるみたいなね。やっぱり信じられないことをうちやっていこうと思ってて、でも信じられないことって信じることから始まるっていうことじゃないですか、やっぱり。だから世の中に信じるやつが一人いれば多分それはやろうとできるわけですよ。だから我々はそんな無茶苦茶な検索できる前に進めてこいとかね、わけのわかんないこと言うんだけど、それどういう意味なんだろうとか思ってみんなやるわけですよ。するとね、結構楽しいんですよ。この番組ね、結構起業を目指す人も結構見てくれてるんですけど、児玉社長初めて会社を立ち上げたのは何歳の頃ですか？18だったと思うんですよ、すごいですよ、18歳って。で4社目に今ラクサスが来てる。そうですね、ラクサスなんだけど、最初はね、実は2006年だったので、ちょうどね、ライブドショックがあったから、いきなりこれできなかったんですよ、実は。資金調達が全然できない状況で、とんでもない時代があったんですよ、昔。なので、2015年まで9年間ぐらい嵐が過ぎるのを待つみたいなね。
ネットビジネスを成功させる秘訣っていうのを教えていただけますか？基本的に自分が作りたいものを作んないとダメよっていうことだと思う。だから人の話絶対聞いちゃダメっていうこと。唐揚げ作ったとして、どの味が好きですかって、いやもう私はやっぱりヘルシーで、もう最後はさ、なんか油使わずにもうなんか温風だけでやろうとか、なんかそんな変な唐揚げできちゃうじゃないですか。だけどああいうの多分いらないんですよ。地獄の平均って言ってるんだけど、もうアンケートして作ると嫌われないものが作れるんだけど、好きなものが作れないんですよ。でこれ多分ね、同じことと思ってるの。だからみんなに好かれるものを作ろうと思ってアンケートを取るんだけど、アンケートできるものっていうのは嫌われないものしかできないんですよ。で私たちは何が欲しがってるかっていうと、好きなものが欲しいんですよね。例えば食べるんでもまずくないものが欲しいと思ってないんですよ。美味しいもの食べたいんですよ。でここは全然絶対に一致しなくて、だからビジネスが成功するかどうかわからないけれども、当たるか当たらないかっていうのに関しては、そういう地獄の平均みたいなのを作っちゃうと見事に当たらないものが作れてしまうので、自分が好きなものを作ればいいんですよ。だから自分のことはわかるでしょ。嘘つかないから。もう自分のことは自分がよくわかるから、これやっぱりもっと濃くするわね。バーって濃くして売れば、その味好きな人がいるからと思います。今後の展望を教えてください。もう完全に海外ですね。もう今アメリカやってるんだけど、アメリカ黒字にして、あとはシンガポールとヨーロッパですね。ヨーロッパでパリとロンドン、あとはドバイ関係とか、ドバイの周り急速にやっていきたいなっていうふうに考えていて、やっぱりトップティアの人からね、一番すごいそのラグジュアリーな方、セレブリティの方々に行動変容を起こしてもらえることによって、世の中から無駄がなくなっていくんじゃないのかなと思ってます。そういうなんか価値観を一から作り出すっていうのすごいなっていうふうに感じました。さあ次回はどんなゲストが来てくれるんでしょうか。お楽しみに。